旅にトラブルはつきものだ。それは承知の上だが、まさかいきなりこの旅最大級のトラブルに見舞われるとは思ってもみなかった。僕は引っ越した際にパスポートの住所を自身で書き換えを行っていたのだが、これが公文書偽造と取られる可能性を指摘された。もしあなたが今パスポートに何も手を加えていないならば、あなたはそこから一切何もしない方がいい。今回の旅では日本の出国は認められたが、渡航先の判断次第では入国拒否される場合があるらしい。つまりこの旅を始められる運命は入国審査官の判断次第となった。およそ8時間のフライトを終え、今回の目的地ハワイに到着した。僕はあらゆる言い訳を想定して入国審査に備えた。そして運命のイミグレーション。しかしここでまさかの想定外のトラブルが起きた。日本であれだけ言われていたパスポートのことには一切触れられることはなく、僕がその時手にしていたカメラの方が疑われた。つまり観光と偽って仕事をするつもりでこのアメリカに来たのかという疑惑だった。僕はカメラは趣味だ、仕事ではない、観光とサーフィンが目的で来たんだ、そう何度も訴えたが、その後日本語通訳者も入り、質疑応答は続いた。しばらくすると周りに入国待ちの人間は僕だけだった。そしておよそ1時間弱が経ち、入国が認められた。レンタカー借りに来てます。331あった331。OK。これは俺の車。その後予約していたハーツレンタカーで車をピックアップ。チェックインまでの時間、アラモアナショッピングセンターへ行き、そこで購入したハワイおなじみのアイランドスリッパにスニーカーから履き替えた。ついでにフードコートにあったパンダエクスプレスで昼食をとった後、ホテルにチェックイン。チェックイン後はすぐに外に出てワイキキの街を探索したり、ビーチに行ってみたりした。当たり前だが、ここは日本と全く違う文化や全く違う常識で動いている。おはようございます。今から自転車買いに行ってきます。2日目のハワイはシェアバイクのワンウィークパスを購入して、この日はまずビーチに向かった。ビーチではサーフポイントをチェックしてみたり、サーフショップで情報収集してたりしてたんだけど、サーフショップはかなり微妙で情報をほとんど得ることはできなかった。それでもじっとはしていられないので、一旦ホテルに戻った後、サーフィンをしに向かった。I'm tired of it treated. All that sounds to me so obnoxious. Boy, you played yourself with your nonsense. I don't know what you're saying, though. Say what? Would I go? I don't know what you're saying, though. Say what? Would I go? All that sounds to me so obnoxious. Boy, you played yourself with your nonsense. I don't know what you're saying, though. Yeah.
Came in 88 with a dream, oh so bright-eyed. They knew right away, sink or swim, there's no lifelines. Cutting their teeth on the move, nobody's filling these shoes. Balling on a budget at the Golden Arches, supersize number 2. Cash, weight of the world ain't budging. Gotta make a power move. Hey, deep in the darkest dungeons, I'm digging up my own route. Hey, hands on the plow. Yeah, keep my head down. Sweat on my brow. Don't make a sound. Pay my dues now. This is the pride of a man. Step in the ground, I'm counting my blessings, aggressively pushing the boundaries off of my family. Came to this land, a dream in my hand. この度初サーフィンはバックサイドの波に2本乗れた。ポイントはカイザーズというところで、ロイヤルハワイアンビレッジ前の船着き場からエントリーする。かなりロングパドルだけど、ポイントに着くととてもピースフルな雰囲気でサーフィンを楽しめた。ミドルからハイタイドがおすすめだとどっかの情報で見た気がするけど、ショートだとミッドからロータイドの方が良さそうだった。もちろんロータイドは浅くなるから気をつけてね。海から上がると近くにシャワーもあるから便利。サンダルはパクられるから安物のやつを買って茂みに隠しておくのがベターです。ヒルトンハワイアンビレッジっていうところで毎週、花火が上がってるんですけど、なんかコロナの影響でしばらくずっと花火が上がってなかったんで、今年から再開されたっていうことで見に行っています。夜景見るの最高かよ。その先の多分あの辺で多分上がると思うんだけど、アイスクリーム食べようと思ったんですけど人多いんで諦めました。めちゃめちゃ人いますね。この旅の序盤はトラブルだらけで始まった。もちろんトラブルはしんどい。だけどトラブルがあるから旅は面白かったりもする。安心して旅行がしたいならツアーパックにでも申し込んでたらいい。でも僕は刺激を求めて旅に出ている。何が起きるかわからないから旅は楽しい。トラブルを乗り越えてこそ記憶に深く刻まれる。旅とはまさに人生のようなものだ。僕はこの時そう思った。この旅はまだまだ始まったばかり。この後も旅は続く。なのでよかったらチャンネル登録してね。なんてことは言わないけど、もしこれを見ている方が旅に出たいという気持ちになってもらえたなら、僕はとても嬉しい。Thank you for watching this video. 旅に出よう。リブー。ハワイの ABC ストアで買ってきたビール、くっそまずいブードゥーレンジャー IPA。 今日はこのクソまずいビールとこのサラダとですね。っていうのがもう物価がめちゃめちゃ高いんで、体感倍ぐらいするんでコンビニで済ませてるんですけど、コンビニでだいたい5000円以上使うっていうね、そんな感じの物価になっております。大変ですな。クソまずいビール飲もう